にちは、ポケデイズへようこそ。ビオリと申します。韓国にね到着しました。海外旅行とか十何年ぶりでね、正直かなり緊張してたんですけど、なんとかここまでやってくることができました。今回の旅は2泊3日でソウル中心に友達と観光する予定なんですけども、ちょっとスケジュールの関係でね、僕だけ1日前乗りしたっていう感じです。なので明日から友達と合流して本格的に旅行開始っていう感じです。じゃあね、もう夜も遅くて疲れたんで、本日の宿に向かっていきたいと思います。それでは。ホテルまではタクシーで向かっていきます。走っていると街並みがやっぱ日本とは全然違いますね。距離は近いんですけども、海外に来たことを改めて実感します。というわけでホテルに到着。ホテルめちゃくちゃ綺麗でしたね。トコジラミとか騒がれた時期だったんですけども、全然そんなことなく快適に過ごすことができました。はい、というわけでホテルに到着しました。この後、空港で買ったこちらのチーズドッグ食べて早めに寝ようかなと思います。美味しそうでしょ。あともう1個ね、今回ポケ食べの2回目ということなんで、恒例のお供ポケモンを紹介していきたいと思います。今回のパートナーはこちら、コジョフです。いやいや、コジョフはどっちかっていうと中国拳法だろうっていう方いらっしゃると思うんですけど、その通りだと思います。僕の中の韓国のイメージって、イケメンと美女が多い、あとテコンドーが有名、そういうイメージだったんですよね。かっこよさと可愛さと、あとね格闘技も得意っていう、その3つの要素をね合わせ持ったポケモンだったと思うんで、今回はチョイスしました。本当はね、名前的には進化後のコジョンドとか、あと辛いポケモンっていうので、スコビランとかもイメージ近くていいなって思ったんですけど、ちょっとポケモンセンターにねぬいぐるみなかったんで、今回はこの子と旅していきたいと思います。というわけで、これから3日間のポケ旅 Vlog ですね、ぜひお楽しみいただければと思います。それではまた。おはようございます。デイ1の朝になりました。現在時刻が9時40分くらいですね。近くに良さげなカフェがありそうなので、ちょっと街ブラブラ探索しながらそっち行ってみようと思います。朝だからですかね、人通りはかなり少なめでした。のんびり散歩を楽しむことができます。日本でも一時流行った10円パンのお店もですね、こちらにございました。これも韓国発祥って言われてますね。しばらく歩いていると海が見えてきました。お目当てのカフェもこの近くにありまして、このようにですね、オーシャンビューベーカリーカフェということで最上階にあります。オーシャンビューが期待できますね。店内はこんな感じ、綺麗でシックな雰囲気です。朝だからですかね、お店にも人少なくて、かなりゆったりとした空間が流れていました。スイーツは自分で選ぶセルフ式ということで、日本でいうとパン屋さんがイメージ近いかもしれないですね。こんな感じでおしゃれで可愛いパンとかスイーツっていうのがずらっと並んでいました。オーシャンビューと書いてるだけあってですね、しっかりバルコニーも完備がされております。ただ本日はあいにくの曇天ということで、晴れてたらですね、かなり綺麗な景色がこうやって見られるかなと思います。ではそろそろですね、待望の韓国カフェのスイーツをいただいていきたいと思います。今回は桃のパイとカヌレの猫ちゃんをですねセレクトしました。あと一緒にカフェオレも頼みました。本当はねもっと食べたかったんですけど、朝だから控えめにしております。じゃあ桃のパイからいただいていきましょうか。ナイフでねパイを半割りにして食べたいと思うんですが、あれこれですね、桃が予想外に硬すぎてナイフの刃が全然通らないんですね。しょうがないので作戦変更ということで、カヌレの猫ちゃんからいただいていきます。絵面は気にしないでください。猫ちゃんの顔の、ベリー風味のクリームですかね。これがやっぱカヌレと合わさって非常に美味しかったです。意外と甘さは控えめでした。カフェオレも甘さ控えめで、しっかりコーヒーの風味とか苦味が効いた美味しいカフェオレでした。ではカメラ置いてですね、しっかり両手で桃のパイ食べていきたいと思います。
これがねかなり美味しかったですね。桃がですねちょっと若めなおかげで、それがうまくパイのバターの香りっていうのをちょっと中和してくれて、でもバターの風味も美味しくて、全体的にまとまりのいい本当に美味しいスイーツでした。めちゃくちゃ美味しかった雰囲気あんなおしゃれだと思ってなかった。いやめちゃくちゃ美味しかったですね。雰囲気もオーシャンビュー、晴れてたらもっと最高だったんですけどね。ケーキもおしゃれで可愛いものいっぱいあって癒されました。これからね、タクシーでまた空港戻って友達と合流したいと思います。それではまた。それでやめっちゃ気さくないい方でしたね運転ちょっとワイルドだったけど。お久しぶりです。いらっしゃいませ。なんかマリモみたいなのついてるけど大丈夫？あれ何マイク？マイクです。Vlog でしょ。だからあなたは Vlog 撮ります。レンズよりできるんだけど。映ってんの？映ってる。熱っ。空港からタクシーに乗ってご飯を食べにインチョンの東方向を目指して向かっていきます。いやめっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗やな。あれ動画だよね。動画っすね。おう。なんかもう見えるやん。真っ白だったら。ここはどこっすか？ソウル。ここはソウル。いやインチョンか。まだインチョンじゃん。インチョンなんすか？まだインチョンです。それにしてもやっぱり建物の構造とかデザインが日本とは違いますよね。人が住むところ、集まるところっていうのはやっぱりその土地の文化っていうのが色濃く出るんじゃないかなと思います。マジでさ、岩がさ、ハリウッドとかね、めっちゃわかる。ついにインチョン東区に入りました。今回の目的はここ東区にあるチャイナタウン。インチョンはその背景から中国との関わりが強くあり、それが今でも残っているというわけです。ということで到着しました。インチョン中華街。韓国で唯一のチャイナタウンです。今回のご飯屋さんはこの道をまっすぐ行った突き当たりのところにあるみたいです。すごい。というのもですね、もう見えちゃってるんですよね、看板が。やば。パチモン？獣がいるぞ。やばすぎる。意外と公式品の可能性ある。客寄せのおじさんに吸い寄せられてお店に入っていきます。今回のお店がこちら、中華料理のコンファチュン。店内はこんな感じ、席数多いんですけどもかなり綺麗な印象です。これを4人で取り分ける。これソーダスでしょ。2人に分かったでしょ。このお店の看板メニュー、ジャージャー麺が来ました。いわゆるジャージャー麺の元祖、発祥はこのコンファチュンと言われているそうですよ。食い方が俺ら何も分かんないからさ。入れて混ぜる。スプーンでかっ。でかすぎる。具材は海鮮、玉ねぎを中心にかなりゴロゴロ入ってます。麺とソースを混ぜていくと海鮮のいい香りがふわっと漂ってきます。海鮮の匂いする。エビがでけえ。エビがマジでかい。YouTube こいてるよ。うまっ。犯罪だ。味はいわゆる日本のジャージャー麺と結構違いますね。日本の肉味噌をベースにしたものに対してこちらのジャージャー麺は小麦のカラメルと海鮮がベースになっていて、
結構あっさりした味わいでした。腹ごしらえを済ませたところで、ここから電車に乗ってソウルを目指します。ちょっとみんなね、荷物が多いのでソウル内のホテルに預けようっていう話になりました。現金しか行ってないんだ、マジで。それか多分ダメでしょ。え出てきちゃう。何これ。吐き出してないけど。ボド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 。面白いのがね、韓国の切符再利用ができるようにカード式になっているみたいです。後でこのカードを返却すると、購入時に払った代金の一部がデポジットとして返ってくるっていう感じですね。電車に乗り込んだんですけども、車内めちゃくちゃ涼しいですね。この日めちゃくちゃ外が暑くて、一刻も早く進みたいって思ってたんですけども、ほんと寒いって感じるぐらいの涼しさでした。苦手な方は何か羽織れるものを着ていった方がいいかもしれないですね。カチカチに凍ることで有名なハンガンを越えて、いよいよソウルに入っていきます。はい、ということでホテルの最寄り駅シチョンに到着しました。ソウル市内となると車通りもご覧の通り、一気に都会感を感じます。ということで今回のお宿に到着しました。ホテルグレイスリーソウル。人気観光スポットが目と鼻の先にあり、日系ホテルということで韓国旅行が初めての方にも結構おすすめの場所になっております。めっちゃこれ期待しちゃうよ。エレベーター内の掲示も全部日本語で書かれていて、本当に実家のような安心感がありますね。読みやすいフォントが動画？動画です。ということでみんな大好きお部屋の確認タイムです。え、めっちゃよくね？カップルとかだったらよかったね、このやろう二人で。やろうしっかりダブ二ルだな。しっかりダブルだな。しっかりダブルだこれ。予想以上にダブル好きだわ。いやその他は良さそうなんだけどね。え、めっちゃ綺麗。いい匂いするし。素晴らしい。はい、景色はこんな感じ。高層フロアということでソウルの街並みを見下ろすような形で楽しむことができました。こちらワオエクスチェンジという無人両替機、韓国いろんなとこにあるんですけども、ホテルのロビーにもありました。両替したりワオパスっていう日本でいうスイカを作ることができます。ワオパス1枚持っておくとですね、旅行かなり便利なのでぜひ作ってみてください。はい、荷物を置いて韓国有数の繁華街イテウォンにやってきました。有名なドラマイテウォンクラスの聖地として有名ですね。米軍基地が近くにあることから海外向けの街づくりがされておりまして、どことなく街並みもアメリカンな雰囲気があります。イテウォンの有名な観光スポットノスタピョン歩道橋にやってきました。橋なので下道路になってるんですけど、下の道路を通る車の振動で結構グラグラ揺れます。ここもイテウォンクラスの有名な撮影地とのこと。ここで生まれた名シーンは多いんだとか。ここの景色はかなり見晴らしがいいですね。奥に見えます N ソウルタワーを含む特別な景色を望むことができます。ただちょっと今日かなり曇って見えづらいですね。ただ見えづらいなら寄ればよかろうということで、今からあそこ行ってみましょうか。はい、ということで36のロープウェイ乗り場までやってきました。ここからずーっとあちら奥に見えるタワーまで一直線で結んでくれます。N ソウルタワーの立つ山ナム山の標高は約250メートル。一気に駆け上ります。チケットはこんな感じ。カラフルで可愛らしいデザインですね。階段を上ってゴンドラの待合乗り場へ。現在時刻は16時。平日のこの時間帯にもかかわらずかなりの人数のお客さんが並ばれているのがわかると思います。
はい、そしてついにゴンドラがやってきました。かなり大きいゴンドラです。20人近くは乗れるんじゃないかなっていうサイズのゴンドラですね。ここから乗り込んでいくんですけども、結構ギチギチに詰められるなという印象です。さながら東京の満員電車のようなイメージですね。たくさんのお客さんを乗せてついに発車しました。ナムサン頂上に向けてゆっくりと進んでいきます。遠ざかっていくソウル市街をここからでも十分楽しむことができます。これがソウルタワーです。世界一高いと言われているソウルタワー。それは嘘。世界各国の著名人が。ナムサン頂上に到達しました。タワーまであと少し。階段を登っていきます。ただやっぱね、夏なので暑い。階段は結構こたえますね。階段を登ることを約3分。ついに到着しました N ソウルタワーです。韓国の街並みを1970年代から見守っています。ソウルのシンボルです。でかいですね。タワーの横にね、無料の展望テラスがあったので、そちらに行ってみました。お客さんがたくさんいらっしゃいます。かなり賑わってますね。あの辺じゃないの、さっき俺たちがいた橋らへん、歩道橋。多分あそこの大きい通りじゃん。どこだ？そこの大通り。では早速タワーに登っていきましょう。タワーの根元はね、ショッピングセンターみたいにお店がたくさん集まってまして、ショッピングを楽しむことができるみたいです。ゲートをくぐって中に入ると、なんと入り口で記念写真を撮ってくれるみたいですね。ここで撮ってもらった写真を後からグッズとして購入することもできるみたいですね。写真を撮り終わってね、進んでいくとすごい幻想的な空間が広がってました。これはいわゆるプロジェクションマッピングですね。壁や床に光や映像を投射して幻想的な空間を作り出すことができます。日本でもね、こういった表現をされている場所はたくさんあると思うんですけども、やっぱり代表的な建物、シンボル的なものでこういった表現を使うっていうのはやっぱり韓国らしい近未来感があるなっていうふうに感じますね。タワーを登るためのエレベーターに乗り込んでいきます。なんとエレベーターの中は全面液晶張りということで、ここからどんな映像が見られるんでしょう。見えるのかな。外が見えるみたいな。レインボーブリッジ。これ酔っちゃうんじゃないの？結構ギリかもしれないこれ。スパイダーマンで。すごい。No, it's not animation. That was good. No, I took that. ムービーの終わりと同時に到着。さあ、韓国一の夜景を見に行きましょう。いいよ。可愛いよ。足元今浮いてるから。タワー内には意外にも物販が充実しておりました。ご覧の通りお菓子屋さんやレストランなどありますので、ご飯やお酒をたしなみながら景色を楽しむっていうこともできちゃうってことですね。振り機もあるので、入り口よりももっと自由に写真撮りたいよっていう方はこっち使ってみんなで写真撮るのもいいんじゃないかなと思います。いや本当に今日ね、朝から霧が本当にひどくて夜景ちゃんと見えるかなって心配だったんですけども、このようにですね、ご覧の通り本当に綺麗なソウルの夜景を堪能することができました。 한 번 더 영상 봐주세요. Please watch the back screen again.
ワーを降りまして、ちょっとショッピングしようっていうことでお土産屋さんに来てみました。タワーのスノードームがとても可愛いですね。お土産にぴったりだと思います。個人的にね、一番ツボだったのがこちら、顔が違いすぎるクマのストラップということで、来られる機会ある方はぜひ探してみてください。いやー、N ソウルタワー楽しかったですね。できれば今度はもっと晴れた日に行きたいなと思います。さて、気づけば夜も更けまして、晩ご飯を食べにミョンドンまでやってきました。意外とね、ゴンドラの降り場からミョンドンって近いんですよ。街並みは渋谷っぽいなと思いましたね。ミョンドンといえばそう、ミョンドン屋台市場、韓国グルメを食べ歩きできる人気の観光スポットです。屋台なので衛生面大丈夫なのって思ってたんですけど、ご覧の通りめっちゃ綺麗でしたね。こちらはおでん、めちゃくちゃ湯気の感じが最高ですね。美味しそう。こっちは味噌味ですかね。なんか唐辛子いっぱい入ってるな。僕はね、とりあえずこちら黒光りしてます。でっかい焼肉棒を買ってみました。味は甘辛ジューシー系、ご飯が欲しくなる味ですね。いやー美味しい。それでね、すいません、撮るのも忘れて2時間ぐらい食べ歩いてたらですね、お店もだいぶ少なくなってきました。もう夜の23時ぐらいにはほとんどのお店が撤退してしまうので、余すことなく回りたいっていう方は7時ぐらいに来た方がいいと思います。最後にね、僕がどうしても食べたかったものを買っていきたいと思います。それがこちら、トッポギですね。棒状のお餅にね、甘辛ソースがたっぷりとかかった、もう言わずと知れた韓国グルメですよね。これをね、どうしてもこのミョンドンの路上で食べたかったんですよね。見た目は真っ赤でかなり辛そうなんですけども、食べてみると意外と辛みはさっぱりしててすっと消えてくれる感じです。頬張ると口の中に濃厚な旨味と辛みが広がります。これは美味しかった。っていうとちょっと心配なところあり。はい、なんでしょうか。おはようございます。おはようございます。やばすぎ。さ、俺の歯磨きしたから取ってきてくんない？どういうこと？ということで、デイ2も元気にスタートです。近くに SNS でバズってるカフェがあるぞということで、そこに朝ごはんを食べに行きたいと思います。市町駅から電車に揺られること約15分。着いたのはこちら、ソンス駅。やってきたのはこちら、オニオンソンス店。廃工場をリノベーションした外観とおしゃれなスイーツが話題となり、数々のメディアにも取り上げられている超人気のカフェです。人気店ということもあり、平日の朝でもこの混み具合、休日だと外まで待機列が伸びるなど数時間待ちもザラなんだとか。売り場には個性的で美味しそうなパンがずらっと並んでおります。食べたいもの多すぎて本当に何選んでいいか分かんなくなりますね。はい、なんとか2種類選んできました。今回選んだのがアボカドサンドと、こちらオニオンのシグネチャーディッシュパンドーロです。シグネチャーディッシュ、つまりお店の看板メニューということです。こちらパンドーロ、上に白い粉たくさん乗っかってて雪が積もってるみたいですね。アイスコーヒーうまっ。何この粉はわかんない。味の素じやばすぎる。この見た目で実はめっちゃうまみの塊みたいな。大量のグルタミン酸が絶対砂糖じゃん。何？めっちゃ封筒。あれ思ったよりかなりじゃん。なんかシフォンケーキだよ。雪崩が起きるほどのたっぷりの粉糖を生地の上に乗せて一口でいただきます。さすがにうまい。ちょっと食べる。食べる。
普通にうまいわこいいっすか。れ。いいよ。うまくね。なんか初めて食う砂糖の気がする。ちょっとこれちょうだい。いいよ。初めて食う砂糖ってね。バニラビーンズ入ってるのか。あ、砂糖にこれ味ついてる。ええ大丈夫？星 1.8 だろこれ。食べ手のことを考えてないこの粉の量。食べ手の期間のこと考えてない。上に乗ってる粉糖がね、バニラビーンズが入ってて、ちょっとバニラの甘い香りがするんですよね。一緒に注文したアイスコーヒーとのマリアージュも最高でした。食べ終わったのでちょっと店内を散歩してみましょうか。やはり元工場ということでね、内装は一見カフェとは思えない雰囲気ですよね。この感じ暑すぎて誰もいなかったんですけど、屋上にはテラス席もあって、涼しい時期だったらここでビル街を眺めながら楽しむのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにね、結局アボカドサンドを食べきれなくて持って帰ることにしました。店員さんに言ったらね、その場で包んでくれました。本当にありがとうございます。オニオン噂にたがわぬ素晴らしいカフェでした。ぜひね、また来たいと思います。今はですね、韓国を代表するテーマパークロッテワールドに向かっております。ロッテワールドは世界最大級の屋内遊園地を備えたテーマパークとして、天候季節問わず一年中楽しめることで有名なんですけども、今そんなロッテワールドとポケモンのコラボイベントが開催中なんですね。それがこちら、ポケモンワールドアドベンチャーサマーフェスタ。早速行ってみましょう。ここがロッテワールドアドベンチャー世界トップクラスの屋内遊園地です。マジックアイランドという屋外のパークもこちらに併設されており、天候に左右されず多様なアトラクションを楽しむことができます。建物やアトラクションのデザインがかなり凝っていて、まるで別世界に来たみたいです。しかもポケモンの装飾が至る所にあってめちゃくちゃテンション上がります。ドームの外周にはいろんなモンスターボール柄のバルーンが飛んでいました。実はあれもアトラクションの一種なんですね。人が乗れるらしいので後で乗っていきたいと思います。ポケモンコラボということで、もちろん物販コーナーも充実してます。ちょっと覗いてみましょうか。さっき回ってたバルーンを模したものなんですかね。ここ限定のピンバッジが3種類ほどありました。ぬいぐるみは珍しい大きさとデザインしてますね。ポケモンの特色がよく出てて、僕的にはこっちの方が好きです。この月光はかっこいい。なんか耳がさピンとしてるよ。クワガタだろ。クワガタ月光がです。クワガタゲット。サトシ月光がいないいないバーギャラドス。いない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 バーギャラドス。インパクトすごすぎ。いないいないバーギャラドス。真正面から見るとすげえな。はい、物販コーナーでね、限定グッズのピカチュウとミュウを買ってきました。バルに乗ってるんですよ。腰にくっつけてみたらね、めちゃくちゃ可愛くていい感じです。さて、ここからは本格的にパーク内を回っていきます。今買っているのはパーク内で開催中の謎解きイベントに参加するための冒険手帳。これを持って全ての謎を解くと限定グッズがもらえるそうです。こちらのメイン会場は屋外にあるということで、今日も出て一旦そちらに向かっていきます。メイン会場にはメタモンが大量発生。韓国はね、メタモンが人気らしいですね。すごく熱そうなメタモンもいました。めちゃくちゃ可愛い。謎解きの大まかなやり方としては、手帳に指定された場所に行って、そこに登場するポケモンや道具を手帳にメモしていくっていう感じです。ここにはピチューがいましたね。ここはポケモン研究所、モンスターボールやポケモン図鑑などが展示されてます。本当にね、雰囲気がめちゃくちゃかっこいいんですよ。まるでゲームの中に入ったみたいです。ギャラドスってことは、これダイブボールだよね。ダイブボールをギャラドスは水飛行なんで、ここに貼ると。楽しい楽しい。楽しいね、これ。この札を置いたらラッキーがなんかやってくれる的な。来た。ラッキー。回復を終えたポケモンの記録で見つけることができるポケモンが出てくる。
こんなこんなでなんとか全ての謎を解き終えることができました。最後にこのピンボールをやって出たポケモンの景品がランダムにもらえるそうです。受付のお姉さんに謎解き完了のスタンプを押してもらい、最後のピンボールで使うボールと交換してもらいました。ついにルーレット開始といったところなんですけども、個人的にはね、ラインナップの中でアローラロコンがね、僕の推しポケモンなんでめちゃくちゃ欲しいんですよ。これなんでランダム仕様なんだよ、選ばせてくれよって感じなんですけど、まあ仕様なんでね、しょうがないです。どこ俺マジ欲しいんだけど見ろ、ここではい、結果はですね、ご覧の通りプリンが出ました。ただね、これはこれでまた可愛くていいかなと思うんで大切に使おうと思います。謎解きも無事終えることができましたので、再びドームに戻ってきました。入ってきた時にちらっと見えたポケモンバルーン、これに乗っていきたいと思います。こちらはモンスターボール柄のバルーンに乗ってドーム内を一周するアトラクションとなっております。ボールの種類は眼鉄ボール含めてかなりの種類がありました。これね、かなり大人気のアトラクションということもあって1時間弱結構待ちました。ようやく僕たちの順番ということでバルーンに乗り込んでいきます。バルーンに乗り込みドーム一周の旅スタートです。バルーンがねゆっくり上昇してるんですけども、結構勢いをやって怖いですね。かなり高いところまで行きます。ここまで上がるとね、かなり高い位置からドーム全体を見渡すことができます。向かい側にも僕たちと同じポケモンバルーンが浮かんでいるのがご覧いただけると思います。小ステージやアトラクションに並ぶ人たちがまるで模型のように小さく見えます。まるでおもちゃの国を眺めているような特別感のある景色を楽しむことができます。ぐるーっと一周して戻ってきました。まだこんなに並んでます。さすが人気アトラクション。短い時間だったんですけど本当に楽しかったですね。あっという間でした。でもね、まだ終わりじゃないんですよ。降りた先にはこちらカプセルトイラウンジということでガチャガチャですね。最後まで楽しませてくれます。ラインナップは限定商品から馴染みのあるものまで本当に豊富にありました。そして新落ち法最初の3匹によるお見送りありがとう。最後にね、ポケモンコラボのソフトクリーム食べようと思います。お味はピカチュウをイメージしたバナナミルク味ということで、ピカチュウの尻尾のチョコが刺さっててね、ビジュマジで可愛いんですよ。やばい、アイスが爆速で溶ける。味はね、意外とさっぱりした甘さですごく食べやすかったですね。美味しかったです。ということで以上ポケモンサマーフェスタ in ロッテワールドでした。ここまでね凝ってポケモンの世界観作ってると思わなかったんでかなり圧倒されましたね。ソウルからはかなりアクセスがいいので気になった方はぜひ訪れてみてください。さて晩ご飯を食べに来たんですが、ここに来て初の大雨に遭遇。お店隣だったので問題はなかったんですけど、この雨の量にびっくりしました。本日の晩ご飯はこちら。ミシュランガイド掲載も多数されてます。カンジャンケジャン専門店パフェランにやってきました。店内は落ち着いた雰囲気で、さすがミシュランといった風格を感じさせるような佇まい。入り口にはなんだかすごそうな賞状が飾られておりました。どうやら国際的な観光名所としてソウルからお墨付きを得た証のようです。今回はカンジャンケジャンと釜飯セットを注文しました。テーブルにはキムチや海苔をはじめとしたおかず、韓国ではパンチャンというらしいですね。ずらっと並んでおります。そして大本命カンジャンケジャンが登場です。ビジュがマジで最高。カニ出しで炊いたと思われるこちらの白ご飯と一緒にいただきます。
食べ方としてはすでにちょうどいい大きさに切られているので、手で甲羅を押しつぶし、カニの身と味噌を押し出します。そして押し出した身と味噌をそのままする。これじゃねえか。お水をください。味噌やば。汁が。うまいな。刺身みたいな。本当にね、びっくりするんですけど、全然臭みがないんですよ。全然臭くすごい上品な白身魚に卵とか味噌の濃厚さでもが加わったような味わいで、最高の一言でしか表せないです。開いてたわ。めっちゃうめえ。お次に韓国の茶碗蒸しケランチムをいただきます。小皿に取り分け、顔に近づけるとカニの香りがふわっと漂います。優しい茶碗蒸しです。カニの出汁だけみたいな。卵。塩味がね、あんまりない。最後はね、この甲羅についた卵と味噌を混ぜご飯にしていただきたいと思います。このさ、こっちでどうやって食ったらいいのか分からないけど、こっちだけ。こっちだけの感覚で。これ無理だわ。カニと漬けだれの自然な甘みと旨みが米にまとわりついて最高に美味しかったです。おかずまだ全然食べてない。カニと米を食べきってしまった。終わった。いつも食ってるやつとちょっと違う感じですよ。ちゃんとした韓国のキムチってことでしょ。酸味がちょっと強い。本当だ。ちゃんと酸味がある。釜飯にくっついたおこげにはお茶を注ぎ入れて食べるのが韓国流ヌルンジタンというらしいです。個人的に塩味が少々物足りなかったので、余ったおかず入れてお茶漬けとしていただいていきます。正解かどうか。普通に美味しそう。なんかそれっぽい色になった。変わりません。塩味が足りない。塩味が絶対ない。マジで最後のおかずこれ用の説あるよ。さすがにそんな味ってなくない？いや味出ないけど、噛んだら出てくる。昨日の夜侵食されて大変だった。え？一応寝相悪いよね。寝相悪いです。侵食してた。これ寝れねえな、暑いなと思いながら端っこでベッドでさいたらさ、なんかだんだんこんなカニあるみたいな話に来てくる。見たところでさ、下半身じゃねえよ。右半身、もう右に出てる。ベッドの外。今日もよろしくお願いします。大変よろしくお願いします。韓国旅行もついに最終日、寝すぎてお昼頃からのスタートです。親指のリングどっかに行ったわ。親指のリングどっかに行ったらしいです。なくしたの？なくしたの？落とした。今気づいた。友達がアクセサリーをなくしたらしく、明洞にアクセサリー買いに来ました。それにしてもさすが韓国、アクセサリーの量がえげつないです。あ、でもあれか、物事に違うか。いろいろあるよ。ショッピング後はお昼ご飯、本場のサムギョプサルを食べに来ました。店内熟成による柔らかく旨味のあるお肉が食べられることが評判のお店とのことで、期待が高まります。
ちゃうまそうな肉。オッケー。まずはこちらの霜降りハヌから韓国最上級のお肉が目の前で調理され最高の香りが漂ってきます。お肉を含めて調理は全てスタッフさんがやってくれるんですね。これね、何がすごいかってやっぱスタッフさんの手さばきがすごいんですよ。鉄板焼きってあると思うんですけど、あれと近いものを感じますね。塩や味噌などの調味料も豊富に取り揃えられてます。スタッフさんがベストなタイミングでおかわげしてくれるので、僕たちはそこから取って食べる係を全うできるってわけです。それでは早速いただいていきます。ハヌは塩がおすすめってスタッフさんが言ってたので、その通りにいただきます。これがね、美味しいんですよ。やっぱ熟成してるからなんですかね、肉がすごい柔らかいです。そしてチヂミが来ましたね。これも目の前で切り分けてくれます。チヂミ専用のタレにつけていただきます。聞こえますかね、このサクッっていう音。香ばしさと甘さのコントラストが最高です。今までどの作ったどのチヂミよりも美味しい。お次はビビンバ。休む暇なく次々と美味しそうな料理が運ばれてきます。これもスタッフさんが何かのソースをかけた後、スプーンで全体を合わせていきます。やっぱ石焼きなので器が熱々なんですよね。器で焦げる音と香り、これがもうたまらないです。やっぱり石焼きビビンバは裏切らないですね。日本人の口に合う甘辛なご飯がたまらないです。うまっ。さあついにやってきました。大本命サムギョプサルが登場です。表面だけ焼き目のついた豚バラ肉がスタッフさんの手で均等にカットされ焼かれていきます。焼き目がついたらね、裏返していきます。この焼き目の部分見てほしいんですけど、この油のジュクジュクしてる感じ伝わるかな。めちゃくちゃ美味しそう。さあついに焼き上がりました。まるでホルモンみたいなプルプル感です。お肉の柔らかさがこれで伝わると思います。サムギョプサルはやっぱりサンチュー、味噌、ネギ、この3種類の組み合わせがおすすめとのことでした。サンチューに肉とネギ。サンチュで味噌とネギ、お肉を包んで一口でいただきます。なんかね、お肉がもう柔らかすぎてね、一瞬で溶けてなくなるんですよ。いい意味で食べた気がしないっていう、そういう不思議な体験を味わいました。エゴマお前あれだよ。なんだっけ、ズッキーニじゃない。今ですね、エゴマに包んで食べたんですけど、こっちはね、ミントみたいな清涼感があって、好き嫌いは分かれるかもしれないんですけど、お肉との相性は抜群でした。うまいよこれ。その後も1時間半ぐらいですね、お腹いっぱいになるまでたらふく食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。5ぐらい食ったよね。ここで友達とはお別れ。飛行機に乗るためインチョン空港に向かいます。
ここでまさかのトラブル発生。タクシーがなかなか捕まらず、空港チェックイン間に合うがかなりギリギリの状況です。15分ぐらい必死にタクシー探し回ったせいで全身が汗でびっしょびしょ。このままだと日本に帰れない可能性があります。さあ間に合うか。いや危ねえ。あの後ねミョンドンからこのインチョンまで、タクシーで飛び乗ってきたんですけれども、なんと到着したのが受付終了5分前ということで危ねえ。本当にもうダメかと思いましたね。カカオタクシーとかねウーバータクシー使おうと思ったんですけど、なんかちょっとログインができなくてうまく、めっちゃでかい道路の端でめっちゃ手振ってなんとかタクシー見つけてここまで突っ走ってもらいました。しかも支払いのクレジットカードがねなぜか最後支払う時使えなくてめっちゃ焦りましたわ本当に。皆さんも時間とね、予算あとクレジットカードの枚数には気をつけて旅行してください。さて名残惜しいですがそろそろ韓国ともお別れのお時間です。ブリッジを渡り飛行機へ乗り込んでいきます。ありがとう韓国。初めての単独での海外旅行だったんですけども、すごくいい思い出になりました。本当にご飯美味しかったしね、ポケモンのイベントにも参加できて大満足です。何よりね、海外で日本とは違う文化に触れることができたっていうのがすごい嬉しかったですね。プサンとか韓国で行ってみたい場所まだまだたくさんあるので、ぜひまたコジョフと一緒に来てみたいと思います。このチャンネルでは旅をポケモンと一緒に楽しむをモットーに様々な場所の旅の記録を残していきたいと思っています。もし興味を持っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどをしていただけますと非常に励みになります。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。